さきと日本語ポッドキャスト始まるよ。こんにちは、さきです。皆さん元気にお過ごしでしょうか？もうすっかりここは暑くて、子供たちは毎日水遊びをして遊んでいます。さて、3ヶ月の日本滞在から帰ってきて数週間が経ちました。そんな今日は日本で大変だったことを話したいなと思います。当然、日本での滞在はすごく楽しかったし、貴重な体験もたくさんできて、なんだか夢のような時間でした。それは間違いないです。でも、同時に今回私と子供2人で私の両親のお家に3ヶ月滞在したんですね。その中で大変だと思うこともありました。今日はその大変だった部分も話そうと思います。まず一つ目の大変だったことは食器洗いと洗濯です。こんなことって思った人もいると思います。皆さんのお家には食洗機や洗濯だと乾燥機はありますか？私が住んでいるアメリカの家には2つともあります。これは私の家がすごいでしょって自慢したいわけでは全くなくって、アメリカのお家は一軒家、お家だけじゃなくアパートもそうなんですが、食洗機や乾燥機が普通にある場所が多いんですね。しかもすごく大きかったりします。だから食洗機も基本的に大きいものも全然洗えるし、乾燥機もたくさん一度に乾かすことができるんですね。でも、もちろん日本の家で食洗機や乾燥機を持つ人もいますが、人とね、話をしていても、あまり持っているお家は聞きません。まだ手で食器を洗う。洗濯は部屋干し。部屋干しっていうのは、部屋で洗濯物を干すことを部屋干しって言うんですが、部屋干しまたは外干し。外干しっていうのは、外で洗濯物を干すっていうことなんですけど、そのどちらかをするお家がかなり多いです。両親は昨年食洗機を買ったんですね。でもアメリカの普通サイズに比べたらかなり小さいので、一度に洗える量はかなり限られています。でも両親は2人で暮らしているので、2人が使うだけなら全然問題ないと思います。そういった食洗機や乾燥機のある生活に私は
慣れきってしまっていて、日本に行ったらそれを全部自分の手を使ってしないといけないというのが大変でした。たまにじゃなくて毎日のことなので大変だったんですよね。これを聞いて先は甘えてるなって思う人もいると思います。いや、私もね、思います。私もこんな風になってしまって大丈夫なのだろうかと思います。もしまた日本に住むってなったら、その時は何とかして食洗機と乾燥機を買わないと、私はもう生活できないんじゃないかと今から思っています。みんなは普段の生活で乾燥機とか食洗機を使っていますか？もう一つね、大変だと思ったことはダイエットです。日本行きに向けて痩せようと思って、去年日本から帰ってきてから運動をアメリカで頑張っていたんですね。健康にもいいし、結果痩せたんですよ。だいたい5キロぐらい痩せました。日本に帰って私のおばに会った時に、さっき痩せたねって言われたりもしました。努力を分かってくれる人がいて嬉しいってなったのに、やっぱり美味しいご飯がありすぎて食事をコントロールするのが大変でした。というか、早い段階でもういいやってなりました。3ヶ月しか日本に入れないわけだし、食べたいものをいっぱい食べて帰ろうって開き直っていましたね。最近アメリカとかも Amazon とかいろんなサイトで日本のお菓子とか調味料が買えるじゃないですか。だけどやっぱり日本のものと言いつつ味が違ったり、商品が限られていたり、何よりも高いじゃないですか。だから日本にいる間に食べきらないとっていう思いがありました。3ヶ月の滞在だったんですけど、3ヶ月目には自分は何をまだ食べていないのかっていうのをリストアップしたりしていましたね。でもね、本当にリストアップはおすすめです。みんな普通にするのかな？旅行で日本に行く人とか、多分長く滞在できない人がほとんどだと思うので、日本に行く前に食べたいものをリサーチして、リストアップして、どこにそれを食べに行くのかとか、ある程度決めておくといいかもしれないですね。また、日本に行く前にしておくといいことについて話そうかなって思います。さて、大変だったこと、最後、3つ目は
子供がとにかく病気になったということですね。子供たちは今回、息子は幼稚園、娘は保育園に行ったんですね。週に5日行きました。日本人ばかりの、なんなら私が卒業した田舎の幼稚園、学校に行ったんですけど、こんな毎月病気になるっていうぐらい、特に娘が病気になりました。こっちでも学校に行って、たまにね、病気になることはあったんですけど、毎月ではなかったんですね。でも、日本では何度もなるので、その度に小児科に行っていました。小児科は子供たちが行く病院なんですけど、何度も行っていたので、そこの看護師さんとかお医者さんが、また来たのね。どうしたのみたいな感じで顔見知りになっていました。やっぱりアメリカの学校で流行っているバイラス、菌と日本で流行っている菌っていうのは違うんですかね。お医者さんじゃないからそこまではわからないんですが、生活環境もね、違うし、食事もいつもと違うので、結構病気になったのはかわいそうでしたね。私もすごく辛かったです。でも、同時に学校に行ったことで、本当に仲のいい友達もできて、元気な時は毎日学校終わりに公園で遊んだり、アメリカに帰る直前にはお手紙をくれたりして、子供たちにとっては最高の経験はできました。そう。でも、とにかく、やっぱり子供がね、病気になった時、看病も大変だったし、気持ち的にも辛かったんで、皆さんがもし日本に行く時も、保険はぜひかけておくといいと思います。言われなくても分かってるよって思ってる人が多分30人ぐらいいると思うんですけど、案外忙しいと忘れがちなので、ぜひ忘れないようにしてください。ね。日本に着いてから入れる保険もあるんですよ。しかも多分そっちの方が海外で保険に入るよりも安いです。はい。日本に着いてから入っても遅くないので、ぜひね、覚えておくといいと思います。以上、日本で大変だったことをシェアしました。この話に共感した人はいますかね？いないかもしれないですね。皆さんも日本に行って大変だったことがもしあったら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。今日も聞いてくれてありがとうございます。また会いましょう。バイバイ。